今、すべきことをした。戦いを終わらせるためにな。誇りなど持っていては勝利は遠のく。ディセプティコンへの反逆の日々は終わりを告げるだろう。ようやく戦いが終わったな、オプティマス。お前の負けが決まったわけだ。終わらせるしかないな、ここで。ハロー、大家好、こんにちは。チャンネル豚さんです。今日紹介するおもちゃはニューエイジトイズから出ているアガメムノンミケーネです。いわゆるぽい人、破壊大帝の方ですね。今ガンモードになっています。これのレビューをしていきたいと思います。ガンモードの時にはアタッチメントをつけることができます。重心のところと重心、ストックのところが着脱可能ですね。昔こんなアイテムがあったみたいですね。ナポレオンソロというテレビで出てきたプロップにそっくりです。ワルサー P38 を改造したスパイ道具です。見てもらうと分かる通り結構小さいですね。昔駄菓子屋さんで売っていたおもちゃの鉄砲ぐらいの大きさ。このアンクルカスタムはエクステンションバレルとストックを取り外し自由なんですが、サイレンサーみたいなところに重厚というかフロントサイトがついたマズル部分が引っかかってすっぽ抜けてはまって出てこないんです。一生懸命今豚さんがどうやって取ろうかなってサイレンサー部分に細長いものを押し込めば出てくるんですが、これがなんか地味にバカ野郎って感じですね。ちょっとここマイナスポイントではあります。さてはってほほっていうことで、早速ロボットモードへ変形させてみましょう。まずはスコープですね。スライド上のスコープを外します。そしたら今度は銃の後ろ側、ハンマーがあるところを後ろに引っ張るとこういう形でグリップ分が展開します。スライドの後部、ここは腕のパーツになるところですが、これらを外していきます。グニュグニュたわませるとスルッと外れます。このメガとアガメムノンは結構触り心地がいいですね。プラが少し粘り気があるというか、しっとりとした質感です。なのでジョイントとかピンとか、ロックさせるときにシュポっていうんですかね、なんとなくしっとりとした感じではまるのですごく気持ちいいです。今肩の部分のところ折りたたんでますが、ほんと気持ちいい感じで組み上がります。シュポってね。反対側の方も同じように折りたたんで、ちょっと位置が分からず難儀してますが、入ると綺麗にこんな感じにシュポって入ります。左腕は少しヒンジが多く複雑な形状をしていますが、綺麗に腕の先になります。全部折りたたむとこんな感じになります。両腕の変形がこれで完了しました。で、続いては足の変形ですね。
これはさっきガンのグリップ部分で展開されると足になっていきます。足を広げて少しずつ変形していきます。左右に分割された腰パーツをロテートしてやるとパンパースになります。ぐるっと回転させて前後の向きを反転します。そして右足から右足のふくらはぎの部分、内側のカバーパーツを引き上げてロテートしてロック。そしたらその反対側にある黒いグリップ部分も同じようにロテートします。反対側も同じようにふくらはぎ内側のカバーをスポッと引き出して回転。かかとの部分を引っ込めます。黒いグリップ部分を回転させて外側のふくらはぎを形成します。これで足の変形完了です。見事に綺麗な足になりましたね。さてはて次は上半身の変形になります。まずはバレルを倒してロック解除。そして胸部プレートを横方向に回転させてさらに前後方向で軸回転させるんですが、腕が邪魔になってますね。一回邪魔なパーツを逃がします。胸部のパーツを倒したら腕をはめ込むと、ここもプラスチックの弾性、粘り気でピンをくぐらせている感じです。そしたらお腹の風穴からトリガーガードのパーツ、付け根の部分を通します。パーツが前から出てくるので、これの先っちょに、細かいですがグリップに固定していたピンがありますが、これを背中側に回転して逃がします。ちょっといじりづらいのですが指で丁寧に戻してあげると腹部の特徴的なブロックになります。しっとりと固定されます。ここまで来たらバレルのパーツを折りたたんでメガトロンのデザインで特徴的な背中の右側にオフセットされた場所に配置します。最後は先ほど取り外したスコープを右腕に装着します。右腕にあるロックジョイントを起こしてスコープ、フュージョンカノンをくっつけて先端を収縮させると、はい、これで変形完了ですね。整えましたかね。要は破壊大帝メガトロンである。さてここからはロボットモードの可動範囲を簡単に見ていきましょう。肩は前後可動、腕を引き上げたりロールがありますね。手首は回転し結構しっかり稼働してますね。足は引き出し関節で90度以上上がりますね。後ろには行かないですが膝が90度以上深く曲がります。足首には横方向にロールがありますが反発力があって接地性はあまり良くないです。頭はボールジョイントで360度回転、仰角俯角もわずかに取れますが下を向くのは苦手です。腰は1回転、変形するときに見ましたね。さて可動範囲はそれくらいにして付属品を見てみましょう。これは例のコンボイさんを撃ち殺そうとして拾った銃ですね。
これもその時脇腹を切りつけてた変な剣、オープニングに登場するハンマー。これはコンボイに偽装したロボットを操縦していたヘルメットですかね。こんなのまでついてるんですね。基本的に付属品はマスターピースメガトロンの似たような構成です。いや、ヘルメットいらないだろう。笑った顔もついてきます。頭のところがパカッと取れるんですね。なので3種類の顔を入れ替えることができます。これは叫んでる顔、ちょっとイケメン顔ですね。若返った感じ、じいさん顔の方がいいんですけれども。で、元に戻して、ベクターシグマの鍵ですね、これは。スタントロン誕生の時に出てきました。で、クレムジークさんもついてきます。これなかなかうまく置けないんですよね。いや、どうでもいいですけど。ポロッポロッポロッポロ落ちるんですよね。何回置いても落ちるんでイライラしてきます。さすがクレムジークです。クレムジークトランスフォーム。それでは折り返しでガンモードに変形していきましょう。まずはフュージョンカノンを取り外します。ジョイントを格納して肩の部分を展開します。しっとりと広がっていきますね。腕を縮ませます。左腕はガンモードの側面を広く構成するので少し複雑になっていますね。一反木綿みたいにピラピラ引き伸ばすイメージで長い平面を作るように伸ばします。この変形はよくできてますね。これもプラの男性を利用しているので最後みちっとした感じに収まります。それにちょっと頼りすぎな部分も感じられます。サイズ小さいですからね。とはいえ触り心地は最高です。ヒンジはありますが平面ができました。ガンモードのスライド側面になるところです。そしたら今度はお腹のメカ部分を展開です。トリガーの先っぽを指で押すと出てくるのでロックピンを前方に出してから指で背中側にパーツを押し出します。はい、トリガーガードが後ろにバカッと出てきましたね。次は肩の部分ですね。ここはピンで固定されていましたがはめるときは何も考えずに入りました。しかし外すときには少しコツがいります。豚さん気が変わったのかな。パレルの部分を戻していますね。これは後でいいんですけどね。肩を外します。気持ち胸部プレートを上に上げて肩を下に力を入れる感じで引っ張ると外れます。ここは硬いプラスチックだと外れない構造ですね。接続パーツ全体がたわんで外れているようですね。ここは最初豚さんはかなり悩んだそうです。どうやったら外れるんだべがこれっていう感じで1分ぐらい悩んだみたいです。ここはガンのスライド前半部になりますが断面に穴がありますね。さっきのバレルパーツについているロックピンとカンゴはめ合わせます。ただ動画のようにバレルのこの部分は組み立てずにロックピンをはめてから下部分を噛み合わせた方がやりやすいですね。でこの変形のところなんですが青のところクリアランスがなくて左頬が擦れてしまうので気をつけた方がいいですね。もうこの人ダメですけどね。というところになりまして次は下半身足の変形をしていきます。先ほどお見せした変形を巻き戻ししていきます。まずはふくらはぎのカバーパンツを展開して
かかと部分を広げます。そしたら内側のグレーのカバーパーツを反転して押し込みます。反対側のグリップパーツもぐるっとやっておきます。左足も同じようにやっていきます。ふくらはぎのパーツを広げてグリップパーツを回転。かかとを前に出してふくらはぎ内側のカバーを回転させて押し込む。足を左右に広げたらパンパースを分割してここにも回転があります。両足が密着するように腰幅が狭まります。そしたら両足の噛み合わせを確認していきます。太ももに穴がありますが、これで腰の黒いグリップパーツを固定します。ハンマーがある後部をきれいに噛み合わせます。腰を回転して腰を折り曲げるようにするとちょうどはまります。さて、変形も終盤です。上半身、腕の部分を組み上げてガンモードのスライド後部を作っていきます。ここはもうなんとなくです。先ほど左腕はきれいに変形しましたが、この段階ではまだぐちゃってても問題ないです。どうせぐちゃるので、なんとなくはめていきます。またプラの粘り気を利用して噛み合わせていく感じですね。側面をはめ込むとビシッとはまります。露出したバレルの上部に当たるところのパーツをはめるとみっちりと固定されます。この部分はめちゃくちゃ気持ちいい変形です。ピタッとはまります。最後、グリップ部分を上に引き上げてスライド後部をしっかり押し付けてピンに噛み合わせます。ここも粘り気でがっちりホールドされます。ここの部分、熱くなってくるとプラが緩くなってくるのか、一番後ろのグリップエンドがちょっと開いちゃいますね。この足首に当たる部分ですね。将来過疎材が抜けてゆるゆるにならないかちょっと心配です。最後はスコープを装着して終わりです。ふくらはぎのグレーのカバーパーツがありましたね。その先端がジョイントになっています。ということでガンモード戻りましたね。どうもこんにちは、サイズ比較です。ここにあるのはメガトロンとオプティマスプライム、ウォーフォーサイバトロン CZ のボイジャークラスですね。それからキングダムのオプティマスプライム、めっちゃちっちゃくって可愛いです。これと比べるとサイズ感、メガトロンはこんな感じです。非常に、なんていうか中途半端なサイズですね。レジェンドクラスとかになるんでしょうかね。コアクラスよりは大きいですが、デラックスクラスより小さいようなサイズ感です。ここにデラックスクラスの他のアイテムを置けばよかったですね。ちょっと分かりづらいかもしれません。手のひらサイズという形になりまして、そこそこ隠し持っておくにはちょうどいいサイズ感になっています。このアイテム、変形の手触りが良く、変形難易度も高くなく、設置性に少し難はありますが、ロボットの稼働も良しということで、この小さいサイズの破壊大帝としてはベストなものではないでしょうか。おすすめです。もし皆さんが機会があれば、ぜひ手に取っていただきたいと思います。ニューエイジトイズアガメムの未経年子のレビューでした。面白かったら高評価、つまらない時にはバッドボタンを押してください。これからもちょくちょく動画をアップしていきます。チャンネル登録、サブスクライブを忘れずに。それでは皆さんごきげんよう。
谢谢大家。See you.